こんにちは、とうこママです。先日結婚11年目を迎えました。主人からはお花のプレゼント。動画にはあまり出てこない夫の心配をいただくこともありますが、平日は夜遅くまでお仕事。主人はカメラにはあまり映りたくないようなので、週末や朝はカメラの外で子供のお世話をしてくれています。これからも仲良く過ごしていきたいものです。さて、今日は少し時間ができたので、換気扇周りの掃除。炒め物や揚げ物をよくするので、換気扇は特に汚れます。換気扇には汚れを防ぐためにフィルターを貼っています。これがあるだけで掃除の手間がぐっと減ります。まずはフィルター交換から。毎日料理をしているので、フィルターには油がぎっしり。換気扇を回しながらつけると楽につけることができます。続いてガス台周りの拭き掃除。油汚れは柔らかいうちに掃除するのが一番。最近はこまめに掃除をしているので、セスキ炭酸ソーダのスプレーで十分に落ちます。強力な洗剤は使わなくなりました。我が家で使っているのは据え置き型のガス台。コンロ周りの拭き掃除から始めます。ガスコンロはいつもこのように立ててガス台周りを掃除しています。このタイプのコンロは本当に掃除が大変。隙間が多いので油や食材の飛び散りでとっても汚れます。掃除のしやすさで言えばビルトインのガス台や IH に憧れます。暑かった夏も終わり、少しずつ秋めいてきました。子供たちが大好きなさつまいもを箱買いしました。なると金時砂糖娘です。このさつまいもを使ってさつまいもご飯を作ります。まずさつまいもをサイコロ状に切ります。切ったさつまいもは水につけてアク取りをします。米3合に対してさつまいも1本の割合です。炊飯器で炊き込みご飯を作るときは水を少なめにしますが、お鍋で炊き込みご飯を作るときは少し水を多めにすると失敗が少ないです。お米の上にさつまいもを入れます。塩を小さじ1、お酒を大さじ1、今日使うのはスーパーのお買い得品、鶏のささみ肉。ささみの味噌チーズ焼きを作ります。まず肉に漬け込む調味液を作ります。味噌、めんつゆ、みりんをよく混ぜます。続いてささみの筋取り。フォークを使って筋を取ると簡単に取れます。キッチンペーパーで筋をつかむと滑りません。
筋取りが終わったので、ささみをカットします。この量のささみも一晩でペロリと平らげてしまいます。切ったささみは調味液に浸して味をなじませます。その間に私は子供のお迎えに行ってきます。これね。どういうことね。これでね、お箸セットとか出してね。アラームのお弁当。すごいじゃん、できたね。さて、晩ご飯作り再開です。これは自家製のぬか漬け。ぬか漬けとは、玄米を精米するときに入れる米ぬかに水や塩を加えたものです。これに野菜を漬け込むことで美味しい漬物が出来上がります。野菜を仕込みます。きゅうりに塩をもみ込んでぬか床に埋めます。約1日寝かせれば美味しいぬか漬けが出来上がります。昨日仕込んだのはきゅうりと人参。小さい頃からぬか漬けを食べて育ったので、ご飯のお供やお弁当にぬか漬けは欠かせません。上手にできたね。網立たないでできた。はい、どうぞ。ささみの味噌チーズ焼きから始めます。オーブンで焼くのでホーロー容器を使います。チーズの焦げ付きで洗い物が大変になるので、アルミホイルを下に引きます。ここに鶏のささみ肉を並べます。上からとろけるチーズをたっぷりとのせます。オーブントースターで約10分、鶏肉にしっかりと火が通るまで焼きます。次に作るのはエリンギとちくわのマヨ焼き。とても簡単なレシピなのでよく作っています。お弁当にも夕食の副菜にもぴったりな一品です。エリンギを薄くスライスします。エリンギは切り方によって食感が変わるので面白いですよね。ちくわは斜め切りにします。熱したフライパンに油を敷き、エリンギを炒めます。エリンギに火が通ったらちくわを加え、さらに炒めます。味付けは簡単。マヨネーズ、めんつゆ、和えれば完成です。
フライパンは鉄製なので洗剤を使わずたわしでささっと洗うだけ。その後火でよく炙って水気を取ります。次に作るのは豚肉と白菜のオイスター炒め。ご飯が進む一品です。まずは白菜をざっくりと切ります。白菜の白い部分は火が通るのに時間がかかるので細く切っていきます。お芋食べたいな。今日お芋ご飯だよ、お芋ご飯。何気がついて一緒に炒めるのは豚こま肉。塩コショウを振り、酒をまぶします。その後片栗粉を揉み込みます。よく熱したフライパンで豚肉を炒めます。豚肉にある程度火が通ったら白菜を加えます。最後に入れるのはもやし。子どもたちがよく食べるようになり、最近はもやしでかさ増しすることが増えました。調味料は砂糖、料理酒、オイスターソース、醤油。さっと炒めれば豚肉と白菜のオイスター炒め完成です。秋といえば梨。梨は私が大好きな果物の一つ。この時期にしか食べられないので毎日のように食べています。梨を育てている農家さんの直売所で購入すると安くて美味しい梨が手に入れられます。子どもたちに食べられてしまう前に一つ食べておくのがお決まりになりました。さつまいもご飯が炊き上がりました。さつまいもがホクホクです。よだれが出てきちゃいそう。最後に黒ごまを振れば完成です。はい、ご飯できたよ。準備してね。はい、いらっしゃいいらっしゃい。ダメ後でご飯食べてからね、梨は。はい。そうそう、ささみの味噌チーズ焼きのことをすっかり忘れていました。食べる前にもう一度軽く温めます。お手手洗うね。水出すよ。今日は旬のものをたくさん取り入れた秋の献立です。これね、さて、子どもたちは喜んで食べてくれるでしょうか。めっちゃうまい。おいしい。ありがとう。取ってくれてありがとう。上から下に取ってね。みんなのチーズさ行き渡るように。これね、さつまいもご飯にしたから。いいこと考えます。馬がうまい。馬食べる？馬がうまい。面白いね。
パパの分、パパの分。パパの分残しといてよ。あれぐらいだ。これあっという間になくなっちゃうよ。鶏はさ、焼いたもの食べれないの？食べたらどうなの？それ鶏肉、ささみっていうの。あれはここはビールがいますか？ママ、今日も俺ね、風呂やっといて。ありがとう。だってどうだ？最後までご視聴ありがとうございました。この動画が面白ければ高評価、チャンネル登録お願いします。また次の動画でお会いしましょう。